はい、皆さんこんにちは。今7月1日で2日前にケルホイスコーレでの半年のセミスターを終えたので、まとめビデオとして友達にホイスコーレを一言で表すとっていうアンケートを取って、ビデオを作ってみました。そう、なんかホイスコーレについて知りたい人はイメージしやすくなるかなって思うし、あと昔言ってた人はわかるみたいなのがあると思うんで、ぜひ見てみてください。じゃあ早速スタート。じゃあまず最初はじゃん、可能性の発掘。そう、これかっこ二言かなって書いてるんですけど、そうこれはそう友達が送ってくれたんだけど、全部友達が送ってくれたんだけど、本当にそうで、いろんな人に会ったり、自分が挑戦するとも想像してなかったことに挑戦する機会がたくさんあって、本当にいろんなことに気づいたし、毎日が刺激的だったから、可能性の発掘大賛成です。はい、次、青春で、青春もこれ本当に大賛成なんですけど、私がこの半年振り返って青春だったなって思う瞬間は、例えば一日授業一緒に受けてご飯食べて、で授業が3時半ぐらいに終わるんですけど、そしたらその後みんなで天気良かったら海を泳ぎに行って、ケルホイスコーレ学校の目の前が海だから、で海でもう12時間長い時とか泳いで、でまたダッシュで学校帰ってシャワーダッシュで浴びて、夜ご飯も一緒に食べて、で夜ご飯食べた後も誰かのまたお家に集まっていろんな話したり、映画見た日もあったし、そういう毎日が日常だったかなって思います。あとパーティーもたくさんして、結構夜中というか朝方まで起きてたりとか、みんなでそういうのすごい楽しかったなと思います。青春でした。次、ハービブチそうこれは私の仲良しだった友達が送ってくれたやつなんですけど、これアラビア語なんですけどローマ字で打ってくれたんですけど、私がこの半年繰り返ってすごいハッピーなサプライズだったな、すごい予想もしてなかったけどいい驚きだったなって思うことは、アラビック圏の友達ができて、みんなと仲良くなったことなんですね。でじゃあデンマーク行くぞって決めた時って、もちろんデンマークのカルチャーとかを学べることは、予想がつくっていうか当たり前じゃないですか、デンマークに行くから。だけどそこで出会ったインターナショナルの子たちといっぱい話してたら、今まであんま馴染みがなかったそのアラビック文化、ムスリムのこととか、あとみんなの出身の国とか、イエメンから来た子とかモロッコから来た子とかいたんですけど、みんなが自分たちの国の話をしてくれて、それがすごい面白かったです。そう、めっちゃハッピーサプライズでした。はい、次、これはどうやって発音するか忘れちゃったから Google の発音をどうぞ。はい、って感じなんですけど、これは英語に訳すとコミュニティって出てくることがあるらしいんですけど、私の学校の先生曰くコミュニティではないらしくて、どちらかというともっとフェローシップみたいな感じの意味なんですけど、でもこれを言うデンマーク人がめっちゃ多かった。友達がホイスコーレとはみたいな感じのプレゼンを最後にしてた時に、この言葉で表現するデンマーク人がとても多かったです。その子たちのプレゼンから学んだことなんですけど、でもあれだよね、絆とか協力とか、やっぱ人と人とのつながりをすごい重視してた場所だなって思いました。ありがとう。はい、次、grateful です。grateful は確かに私も本当賛成で、さっきも言ったけど本当にいろんな人に会えたし、本当にいろんな体験できたし、時間をかけて自分についていろいろ考えたり、自分の人生についていろいろ考えたりする時間もあったし、ケルホイスコーレの周りは自然も豊かだったし、やっぱりデンマークって日本と同じく先進国だし、安全だし、本当いろいろ恵まれてた半年間だったなって思います。すごい素敵な時間にありがとうって感じです。はい、よっこいしょ。はい、最後は enlightening です。
ちょっと照明が真上にあるんですよ。こんな感じかな。はい、lightning が最後のキーワードです。で、なんか本当にこれも大賛成で、なんか私全部に大賛成してるけど、そう、本当みんなありがとう、素敵な言葉を。で、なんか私にとってなんかlightning だったなって思うのは、いろんなカルチャーショックを経験する中で、なんでじゃあデンマーク人はこうする傾向にあるのかなとか、なんで私はこれにショックを受けたのかなとか、日本ではこういうこと起きないよなとか、でそういうカルチャーショックを経験する中でいっぱいいろいろ考えて、そう、こういう日本ってこういう風にも見れるなとか、デンマークってこんな国なんだなみたいな、日々学びでした。デンマークに限らず、さっきも言ったけど、その他のインターナショナルの子たちから聞く文化とかもそうだし、そうやっていろいろ比べてみて、そう、日本についてもよく知るいい機会だったかなと私は個人的に思いました。そうでもエンライトニングは人によって違うかなと思います。めっちゃ一生懸命デンマーク語を勉強した子にとっては、そのデンマーク語がエンライトニングだったかもしれない、エンライトニングだったかもしれないし、そんな感じかな。みんなありがとう、たくさんの答えをって感じで、フォルケホイスコーレまとめビデオパート1はこれで終わりです。なんかパート2、パート3はフォルケで学んだことをまとめみたいな、本当にいっぱい学んだからとか、感想とかもまとめていきたいし、フォルケ行く前に知りたかったなって思ったこととかもまとめていきたいなと思います。ってことで、ありがとうございました。